はいどうも皆さん、じましゅんです。本日はですね、普段話している IT 業界の動向だったり、その最新のテクノロジー技術の話ではなくですね、日本の現状、そして日本の未来についてお話しさせていただきます。今回ですね、参考にさせていただいた本がこちら、新日本という本です。この本非常に面白くてですね、ここ最近僕が読んだ本でもう一番テンション上がりました。ぜひ社会人の方だけでなく、就活生の方もぜひ読んでいただけたらなと思っています。この本のメッセージをまとめますと、こちら。日本のオワコンの現状を直視させ、そしてそのオワコンの現状に対する施策を打って、将来の子供たちに残すに値する未来のバトンをどうやって作っていこうかという話をしております。この本、すごいのがですね、このオワコンの現状を問題提起をするだけではなく、具体的にどういった解決策があるのかという話を結構納得感のあるデータをもとにですね、話してるんですよ。この問題提起やですね、その解決策、すべてがその産官学という日本の全体感を持ってですね、展開されている点もこの本の特徴だと思います。このように納得感のあるデータを利用し、そしてその産官学、全体的な解決策を展開できている人というのはですね、この作者のアタカカズトさんという方なんですよ。この人はもうとにかく優秀な人で、東大大学院を卒業してマッキンゼーに入社したんですよ。ここまで来たらエリートなんだなって感じがしますよね。マッキンゼーからですね、イェール大学に移り、脳科学を勉強して PhD を取りました。その後またマッキンゼーに戻り、そして Yahoo の CSO、チーフストラテジーオフィサーという、Yahoo という大きな企業のですね、戦略を考える立場になったと。そして国の重要な技術的施策などをですね、議論する会議などもですね、委員として呼ばれたりしている。このように、めちゃくちゃエリート、かつビジネス、アカデミック、そして国の施策に大きく関わっていて、この産官学全体をもって、この日本の現状、そして日本の未来を語る上で、この人以外いないんじゃないかなと。そのような経験をもとにですね、アタカさんは、日本の課題であったり、日本の未来に全体感を持って展開しています。で今回ですね、この3つのパートに分けてお話しします。1つ目がですね、歴史的な技術革新によって妄想が富を生む時代に変わっていること。続いて、沈みゆく日本の現状、新日本の現状というお話。で最後にですね、この新日本からですね、日本が再び立ち上がるための新日本にはどうやって施策を打たなきゃいけないのかというお話をさせていただきます。妄想が富を生む時代なんですが、今まで富を生むためにはですね、この物や金をスケール、増やすことが重視されていました。つまりこの実数軸をいかに伸ばせるかっていうのが重要だったんですよ。ただ今はですね、このデータ×AI を手段として、この妄想を原動力にし、いかに変化を生み出せるか、この虚数軸が加わって、この虚数軸が富を生む時代に変わっていると。その例がですね、例えばテスラです。テスラは2017年に GM の企業価値を抜きました。そしてその伸びが続けばですね、トヨタを抜くだろうと言われています。企業の価値としてはですね、テスラの方が上なんですけど、販売台数に関してはトヨタや GM の130分の1しか販売台数がないんですよ。ここからもその物の金を増やすことではなく、いかに変化を生むかというこの虚数軸がですね、非常に重視されている世の中になっているということが見てわかります。それにですね、このデータ×AI。このデータ×AI はですね、指数関数的に変化していくんです。どういうことかというと、今までの普通の変化っていうのはリニア的な変化、直線なんですよ。なので変化が非常に一定で遅い。一方で指数関数的変化っていうのはですね、この曲線を描くような変化。変化が起こるまでは時間がかかるんですけど、一回変化が起こったらですね、もう爆発的に成長していくという変化です。つまりですね、データ×AI、テクノロジーの分野においてですね、現在で不可能なことであってもですね、5年後、10年後にはですね、可能になっているという特徴があります。この妄想を原動力にした虚数軸の登場であったり、データ×AI の発展によってですね、今、企業の価値というのは大きく変わっています。10年前まででですね、企業価値ランキングの上位10位の企業の多くはですね、石油会社であったり、銀行であったり、メーカーの企業でした。ただ、今の企業価値ランキングトップ10の多くの企業はですね、このデータ×AI を使い倒し、そして未来を生み出している感じを出している企業が軒並みその名前を連ねています。このように、その物金を増やすスケールからですね、いかに変化を生むかという妄想にですね、企業の価値の注目点というのが変わっていっているということです。そしてこの未来を生み出す公式というのがこちらです。未来というのはですね、夢×技術×デザインと言われています。夢はですね、この妄想力を原動とし、どのような課題を解決したいのか、そしてどのような世界を実現したいのか、そのような気持ちがなければ未来というものは描けません。そして、その描いた夢を実現するために必要なのが技術。
科学的知識であったり、それを適用させるための技術というものが必要です。そしてですね、その夢と技術を掛け合わせた商品、システムをですね、設計する力、それがデザインなんです。デザイン力によってですね、違う分領域のものをつなぎ合わせて全体像を設計することが可能になっているんですよ。このようにですね、スケールが富を生む時代からですね、データ×AI を使い倒した上でのこの妄想が富を生む時代に移り変わっています。このような世界の移り変わりの中でですね、日本はどういった状況なのかというのをですね、あたかさんがこのオワコンであるということからですね、この沈みゆく日本、珍日本という表現をしているんですよ。この珍日本のですね、直視したくない課題をですね、もうたくさん叩きつけられます。それをですね、いくつかまとめてみました。一つ目がですね、データ×AI の土俵にそもそも日本は立っていないということです。このように、そのデータ×AI というのはですね、この虚数軸を作る上で非常に重要な手段となっています。その中でですね、日本というのはですね、この土俵にすら立っていないと。この3つの分野でですね、大きく遅れをとっている。1つ目がデータ量。データ量を決めるのはですね、そのプラットフォームの領域、そしてそのプラットフォームに参加するユーザー数です。世界の多くのデータを握っているのはですね、やはりGIFA と言われるですね、世界的プラットフォーマーたちです。もちろん日本にもプラットフォーマーと呼ばれる存在は存在します。楽天であったり、LINE であったり、そして Yahoo。ただですね、これら日本のプラットフォーマーと海外のプラットフォーマーの規模っていうのは段違いに違うんですよ。2倍3倍とかじゃない1桁違うっていうレベルでデータ量の差があるんです。そしてですね、処理能力。これ処理力というのはデータの処理力を指していまして、データの処理力っていうのはですね、いかに安くデータを処理できるかっていうのを注目してます。で、その料金っていうのはですね、データ通信量、そして電気代なんですよ。この電気代がですね、日本非常に高い。米中と比べましても5倍から10倍その電気量が高いと。つまり日本にはそのデータの処理力としてですね、魅力的な点ではないということなんです。そしてですね、何よりエンジニア。日本のエンジニアはですね、その古典的なエンジニア、コードを書くだけのエンジニアと言われるがちです。で、今実際世の中に求められているこの大量データを処理するためのデータエンジニアリングができるですね、熟練したエンジニアが少ないと言われています。これら3つの理由からですね、日本はこの土俵にすら立ててないと言われているんですよ。そしてですね、より深刻なのが国力を支える科学技術の衰退です。今ですね、日本の大学のプレゼンスがどんどんランキングが下がっていってるんですよ。それに加えてですね、この科学技術系のですね、論文の数というのがですね、どんどん減っていってて、海外に抜かれていってるんですよ。日本はですね、このエンジニア不足してるんですが、より不足してるのはですね、理数系の学生です。なんと大学生の約3割しか理数系じゃないらしいです。これはこのデータ×AI で必須になっている理数系の教養レベルの武器すら備わってない学生がですね、もう社会に7割も出てってしまうという非常に問題となっています。加えてこの理数系に関わらずその日本の教育っていうのが問題視されています。日本の教育はこのマシン化教育と言われていまして、今求められているこの妄想力を発揮するのではなく、言われたことを言われた通りにやるための人材っていうものがですね、今だに育つようなシステムになっているんです。例えば国語もですね、その本来は本質的な読解力を鍛えるためのものなのに、その空気を読むためだけの国語になっていたり、数学、理科もですね、形式をただ当てはめるだけのものになっています。そして何よりですね、このマシン化を促進させているのはですね、日本の昔からあるこの前習いです。この前習いをやってるような国はですね、もう全体主義の国ぐらいしかないんですよ。このもう全体主義的なこの前習いのようなことがですね、おかしいと思わなくなってるってこともまず問題なんですよ。明治時代のようなその今すぐにでも国民を兵隊にしなきゃいけないという時代だったらこの、言われた通りに何かをやるといったですねマシン化教育というのは必要だったんですけど、今はですねこのいかに変化を生み出すかということが重視されている中で、このマシン化教育ってまだ非常に問題だと思っています。そして極めつけはですね、この科学技術に対する国の予算というのが微減傾向にあるんです。アメリカや中国はですね、この科学技術に躍起になって投資している中で、日本はですね、予算がどんどん減ってってるんですよ。それはこの科学技術が衰退するわけだと。このように理数系の学生も少ないし、あと日本の古くからのマシン化教育っていうものがなかなか抜けきれていない。そして予算がちゃんと割り当てられていないという問題があります。そして日本を沈ませている最後の要因がですね、未来につながるための国家予算の配分ができていないことです。日本の予算というのはですね、社会保障給付金も合わせると、大体全体で170兆円ほどあると言われています。その中の120兆円がですね、社会保障に充てられているんですよ。社会保障だったらこの国民のためだからいいじゃんと思うかもしれないんですが、
問題はですね、この未来へのリソース配分ができていないという点です。この120兆円の内訳としてですね、60兆円が年金、そして40兆円が医療費。で、このうち60%、医療費の60%がですね、65歳以上の方の医療費に充てられている。そして残りがですね、過去の国債などの返済に充てられているという内訳です。決して高齢者の方を大事にするなとか、そういうことを言ってるわけではなく、実態として若者や未来、そして科学技術などに投資するのではなく、この国は過去、そしてシニアに対して多くのリソースを割いているっていうのが実情なんですよ。このようにですね、世界に対して非常にビハインドであり、徐々に沈んでいっている日本なんですが、今迎えているのがですね、まさに第二の黒船と言われる時代です。世界がこんだけ変わっている中でですね、日本だけが取り残されて、まさにペリー来航の時のようにですね、今その新しい流れを押し寄せてきているというのが現状なんですよ。ではその第二の黒船を乗り越え、この日本が再び立ち上がるための新日本に変わるにはどうすればいいのかという話です。まずはですね、このスケールから妄想への変化、この変化を受け入れなさいと言っています。昔の時代はこのスケールを伸ばすことでですね、企業価値というのが上がってきたんですが、もうそうじゃないと。今これからいかに変化を起こすかということが重視されていると。このシフトをしっかり受け入れて、それに合わせて事業、そして人も変わっていかなきゃいけないと。事業と人が変わればですね、教育も変わりますし、またR&D、開発技術や、あと基礎研究なども変わっていきます。そしてそのですね、教育を変える過程でですね、今までのこのマシン化教育をやめ、脱マシンにしなきゃいけないんだと。言われてることをそのままやってるだけじゃダメだと。ちょっと飛び抜けて変わっててもいいから、この妄想力を原動力にして変化を生み出すような人材じゃなくて、変化を生み出すような人材じゃなきゃダメだと。それらのスタート地点として世の中の変化を受け入れなきゃいけない。そしてリソースの再配分をしなきゃいけませんね。リソースの配分をですね、この過去から未来へ再配分しなきゃいけません。先ほど申し上げた通り、国家予算の170兆円のうち120兆円がですね、過去そしてシニアに使われています。120兆円のうちですね、約 2%、2兆円さえあればですね、この国が再び立ち上がるための最初の一歩を踏み出せるんですよ。例えば大学の予算を増やすであったりとか、教員の給料を上げるとか、事業の業務効率を上げるとか、あたかさんがですね、本で具体的に8つほど挙げてるんですが、それらの施策を実現するためにですね、たった 2% の2兆円のみ必要なんです。2% って聞くと、確かにじゃあ現実的だからやってみればいいじゃんって思うかもしれないじゃないですか。で、実際、あたかさんもですね、その国の、官僚の方とかに、こういった話をしたらしいんですよ。ただ、その官僚の方はですね、納得はできたと。ただ、民意を書いてもらわなきゃどうしようもないねって。いや、それ、俺の仕事じゃねえだろと。あんたらの仕事だろと。いうようなことを言われたらしいです。で、あたかさんですね、この新日本という本を書いた理由としてもですね、どうしても民意を変えなければ、このような変化というのはですね、実現できないということでこの本を書いたようです。なので、このリソースの再配分っていうのがですね、民意によって達成される必要があるんですよ。日本を再び立ち上がらせるためにはですね、これらの施策を実現する必要があります。ただ、これは実現できたとして、日本ってそんな今更勝てるのとか思うかもしれないですけど、日本にはですね、大きく3つの希望があるんですよ。一つ目がですね、キャッチアップ力。黒船が初めて来航した時に日本はまだちょんまげで畑を耕してた時代でした。一方海外はですね、産業革命が始まっている時代でした。でそのような産業化にはですね、3つのフェーズがあります。1つ目のフェーズが新しい技術や新しいエネルギーが点在して誕生するフェーズです。でフェーズ2がですね、そのフェーズ1で発見されたエネルギーや新しい技術を応用するフェーズ。最後のフェーズ3はですね、フェーズ2で生まれた産業や機器をですね、つなぎ合わせて複雑なエコシステムを形成する。この3つのフェーズがあります。で、ペリー来航した時にはですね、海外というのはフェーズ1を終えた時代でした。その中日本はフェーズ1何をしたかというと、何もしてないんですよ。日本は何もしてないにもかかわらずですね、フェーズ2、フェーズ3でですね、圧勝したという歴史があります。フェーズ2ではですね、トヨタやパナソニックといった企業がですね、その新しく発見された技術、エネルギーを活用して、爆発的に成長していきました。その後フェーズ3では、日本はファミコンや新幹線など海外が考えたことないような複雑なシステムを構築に成功しました。このようにフェーズ1で何もしてないにもかかわらず、日本というのはフェーズ2、フェーズ3で圧勝した歴史があるんですよ。そういうことからですね、日本というのはこの遅れて参戦してもそこからの巻き返しが非常に強いキャッチアップ力があると言われています。これが1つ目の希望です。そして2つ目。日本の出口産業の強さです。データ×AI の活用にはですね、データを収集するフェーズ、そして加工するフェーズ、そして利用するフェーズがあります。で、利用するフェーズがですね、この出口産業なんですよ。確かに海外、プラットフォーマーにですね、圧倒的にこの収集する段階には負けています。またですね、データ×AI の土俵が作られていないことからですね、加工する段階もなかなかうまくできてないんですが、そのデータを活用する出口産業はですね、まだまだ日本が強いんですよ。
そのスケールをですね伸ばすのに勤しんでたこともあってですね、自動車産業だったり小売産業っていう、出口産業はまだまだ強いと。その出口産業まで至るためのデータ収集やデータ確保を強化することでですね、より価値を生むものにトランスフォームできるという希望があります。そして最後に、日本はですね、この妄想力の英才教育を受けていた文化があります。皆さん、生まれた時から身の回りにアニメや漫画、そしてゲームが溢れてましたよね。日本というのは3歳前後からこの妄想力を鍛えるための英才教育の環境が整っているんですよ。考えてみてみれば、日本からドラえもんであったり、広角機動隊、そして鉄腕アトムなど、まさに今、データ &AI が目指しているような世界というのをですね、もう何年も前からずっと育んでいます。日本はですね、こういった未来を描く力、妄想力という点ではですね、一途の長があると言われているんですよ。この日本の3つの希望、巻き返しのこのキャッチアップ力、そしてですね、未だにやっぱり強い出口産業、そして英才教育を受け続けたこの妄想力、この3つの希望と新日本を達成するためのこの変革が掛け合わせることによって、再び日本は立ち上がります。今回はですね、その価値というものがですね、スケールから妄想力に変わっていっていること、そしてですね、日本の現状が思った以上にオワコンであること、日本のオワコンである現状をですね、しっかり直視し、それを踏まえ、日本のキャッチアップ力、出口産業、そして英才教育されてきた妄想力、これを活用することで、まだまだ日本は立ち上がれるというお話をさせていただきました。作者の畑さんはですね、いろんな経験をして、このような内容を書けることからですね、やはりいろんな人に、未来ってどう変わっていくんでしょうかとか、今どうすれば勝てるような国になるんでしょうかって話をよくされるようです。畑さんが毎回答えるのはですね、未来というものはですね、もう誰もわからないと。未来は目指し、そして自ら作り上げるものなんだよと。なので、これからの日本を作っていく若い人たちはですね、ぜひ持ち前の妄想力でですね、自分の目指すべき未来、そして作りたい未来を考え、描き、そしてそれが集まることでこのミニというものが生まれ、新日本が新日本への大きなシフトというものがですね、動き出すのではないかと思っております。本日もご視聴ありがとうございました。